クラドンネットジョンです。今回ね、ナビベース TGG アセンドというクランの対戦ですね。昨日のね、対戦でね、負けてしまったナビは、ローワーブラケットというところでね、スナップドラゴンシリーズというね、結構大事な大会のローワーブラケットに回ってしまったという状況での対戦になっております。今回もハードモードを捧げていきましょう。先行対戦相手ヒーラー9体、おでヒーと食い火を両方するような形かな。ファイボー食い火ってやつかな。6時の方からまずは5体ヒーラーつけましたね。となるとヒーラーは4体クイーンにつけそうですね。シューター3時から来ました。お手ヒーとシューターの相性がいいですよね。両方時間を使えるっていうところで、シューターの、ケアとかもね、結構避けるし。何そのホーミング。5個ぐらいなかった今。2枚投げればいいのにそれ。ありがたいですね。シューター2発これはダメージ。もったいな。バルーンからのロケバル1体ポーンって投げるだけで落とせるのに。助かりましたね、これは。さあ、ここウォーデンのタイミングにも結構サイドカット用のロケバルをだいぶ割いてます。ユニットもね、これね、そうだね、だいぶ割いたというところで、ヒーラーの方にも、これはインビジブルがかかってなかったので、ここは、タウンホールかな狙いは。もう一回外したね、インビジブル。イーグルのターゲットは今度はクイーンですね。クイーンを展開して、対地クロスのタゲをウォーデンから外しつつ、クイヒスタートですが、クイーンこれはやばいんじゃない？黒く出ますね。クイヒやるとき黒くのがいいんかなこれ。なんだかんだ。ウォーデン何これ？ファイボーでしょ？なかなか打たないですね、これ。さあ、ここもインビジブル使って延命します。クエイク2発ありますが。さあ、ロケバル使ってサイドカット、防衛施設の方に、ファイヤーボール寄せていきたい。キングを12時。やっぱね、この手のヒーローでね、マシマシヒーラー、マシマシみたいなこういうタイプの戦術って、イーグル砲を早く壊せるかどうかってかなり大きいんですよね。で、ここ今フォックスが焼かれてるんですけど、こういう、ロケットスピア型のフォックス採用の時って、フォックスがね、先行して走りすぎちゃうんですよね。だから結構ヒーローペット、プロたちは、フェニックス採用することが多かったりするっていう流れですね。さあ、ウォーデンの方がなんとかファイヤーボール込みでタウンホールの方まで誘導ができて、ロイヤルチャンピオンはここ、むき出し。これがだから、フェニックスだった時は、モノリスまで持ってけたんですよね。さあ、これヒーローペット一つで大きな差が生まれるか？なんとこれは、エアスイーパーも効いてるので、HP ローなんですけど、このモノリス。いや、偉すぎる、偉すぎる、偉すぎる。なんと初手防衛 98%。結構フェニックス採用するだけでもいけたんじゃないかなっていうような感じですかね。コウモリ型のエレクトロタイタン編成。コウモリもね、刺さる配置内にめちゃくちゃ強いですからね。ガクも結構昔からこのタウンホール終盤になった時にこのコウモリ編成使ってきますよね。環境的に熟成したね、バランスのいい時に使える編成ですよね。で、タイタンっていうのはやっぱ世界大会でも再度注目が浴びましたが、シンプルに強いっすね。呪文がそんなに必須じゃないっていうところがやっぱ便利。その分の呪文をコウモリに避けるっていうところで。スーパーネックロとかね、このエレクトロタイタンとかね、そういうところでファイヤーボールと組み合わせができたり、コウモリと組み合わせができたりっていうところ、便利ですよね。で、今回は、キングクイーン。クイーンの方はちょっと外周も見つつっていうような10日弊社と合わせて、ジャンプ中央へというような流れでフリーズを使っていきます。うまいですね。さあ、6時の方にロイヤルチャンピオンからのキング真ん中クエイクブーツ。
穴開けしたところからバルキリー入っていって、サイドカットになったので、クイーンは内側入りそうですね。で、ロイちゃんに合わせてここは、コウモリがやってきてます。ここは単体の防衛施設しかないですね、確かに。で、スケルトンの呪文を使うことで、クイーンのターゲットも拾って、ロイヤルチャンピオンもこのクイーンを触ることができています。二手に分かれたコウモリの方、左側サイドはね、テスラモリがあるというところもあって、突破ができず、ジャイアントでビズ島のターゲットも拾ってましたね。うまい。さあ、一斉にここは、コウモリが襲いかかる。テスラに対しては強いですからね。で、ロケットスピアもここは残ってたので、コウモリ。トルネードヒットですが、もうすでに関係ないというところで、しっかり全開。うまーい。オデヒーのファイヤーボール編成。まずはウィズ島にベビドラからのウォーデン展開をしていきます。もうそっちの方が先なんだ。対地クロスの方までロケバル刺していきましたね。さあ、オーデン、まずはここはレイジを置いて、ゴブリンチェックからシューター9時展開していきます。回収部の水塔も切って余計な防衛施設を減らしていくと、ここまで切っていく。さらにレイジ置いていきましたね。教団大砲まではこれをウォーデン見に行くのかな。で、外周部しっかりね、余計な防衛施設っていうか通常施設をね、削ることで、ウォーデンを内側に持っていきたいって感じですね。5を打つタイミング、だいぶ遅れてますね。遅れてるとか遅らせてますね。しっかりウォーデンを奥側まで持ってってから使っていくというような形。うまいね。シンプルなオデヒーのサイドカット誘導でここまで持ってきてるの偉い。からのファイヤーボール使ってクエイクでタウンホールの方もだいぶダメージが入ってきました。タウンホール周りの防衛施設はもうこれで力かになりましたね。で、キングからのウィザードも使ってここ対空砲を追っていって、いいですね。で、シューターが残したマルチ IT の方はちょっとスーパーガーゴイル向かわず。いや、ウィザード偉くね、これ。サッカーボール飛んできて。残ったマルチにはロケバル刺して、ウォーデンの方もタウンホールを終えたので、この後まだ仕事ができそうです。呪文まだフリーズインビジブル2発ずつありますね。うまっ。ウォーデンのルートの誘導とかね、うまかったですね。ファイヤーボール。結構初手で打つことが多いんですけど、ギリギリっていうか、中央まで溜めて、シンプルにオデヒーで削っていこうというようなプランニングでした。さあ、やったーくん、ルートライダー編成ということで、結構タイムも速そうですね。ゴーレムからの9人展開して、反対サイドキングウォールブレーカー。結構火力の高いところになりますね、キングのところは。で、10日弊社からのロイヤルチャンピオン、ルートライダー発進というところで、クエイクブーツプラスのサッカーボールで、上側の方を削っていきます。外周ちょっとね、スーパーバーバリアンも足してあげて、ルートライダーの方も発進。ちょっとバルキリートーム入らなかったんですけど、ヒーリングトームなんでね、ここから戻ってヒールの効果を受けていくんじゃないかなと思います。中央の方までしっかり誘導ができて、これ両サイドね、クイーンとロイちゃんでカットできてるってところですね。さあ、クイーンの方ここで、ギリギリ間に合った。タウン前の方にはバルキリー来たんですけど、ここレイジフリーズ使うことで、これバルキリー結構伸びてくれてますね。状況を見てこれバルキリー刺さりそうだぞっていうところで。バルキリーもだいぶタウンホールを折ることに仕事をね、してくれましたね。で、ルートライダーたちもここは頑張って。クイーン、これいいですね。キングが結局このクエイクブーツの恩恵がここでも出ている。クエイクで開けてくれたのでクイーンがここに入り込んで、そこからルートライダーが開けた穴へと合流していくと。バルキリーも外周回ってきて、裏のテスラモリのところにウォールブレーカーつけれましたね。強い。結構ラッシュ系の戦術だったりね、ルートライダーってところはね、ヤッター君も結構やってたところだと思うので、ノーマルモードでね、一番編成として練習したものじゃないかな、ここは。いい全開ですね。
年1年で全プロがこのルートライダー編成っていうのを習得しましたよね。みんな一番なんか練習した戦術、ルートライダーなんじゃないかな、今年1年。良くも悪くもそういう年でしたね。結構ね、ルートライダー編成をやったからこそできる、なんかそこから得たヒントだったりとか、なんかいろんなやり方ありましたよね。オーバーグローが昔はね、最初の方は使われてなかったけど、オーバーグローこれ強くねみたいな発見が生まれたりとか、振り返ってみるとやっぱタウンホール16もね、短い1年でしたが、歴史がありますよね。最初いかにぶっ壊れだったかって話だよな、これも。うん。さあ、クロコダイル。ジョーカーさんのアカウントの中にありそうなような名前ですね。クロコダイル。クロコダイル砂漠の方だよね。初手のワニなんだっけあいつとちょっと似てないクロコダイルって。同じ人かな、そんなわけないよな。さあ、オールブレーカー使ってスパネク、ドルイド1体手元に残してましたね。クイーンにウォーデンのターゲットが入ってるので、ここはフリーズ1回使っていきます。で、奥の方、ジャンプを使ってくる。ストライカーもちょっとキングに刺さってますね。どうでしょう。結構、クイーンは HP ローなんですけど、キングの方もローなんですけど、なんとか保たれていく。クエイクブーツ強いな。さあ、ここでクイーン能力発動させていって、ここはクローク採用ですね。なるほど。どうでしょう、12時とかも結構重そうに見えますけどね。スーパーネクロもここは少し溶けていきつつ、ロイヤルチャンピオン次第かな。上側でもなんだかんだこれ回ってきちゃったな。強いね。ロイヤルチャンピオン回って前回と。そして僕が勘違いしてたのはアーロンだな、確か。アーロンとクロコダイルちょっと似てない？サメとワニで。さあ、カズマくん5編成ロケバルト。カズマくんのファーストのセレクションとしてなんか、一番最初のね、プランニングに出てくるの、だいぶこの編成って感じだよね。なんか、無理くりやってるもんね。無理くりやってるって表現が正しいのかわかんないけど、ぶっ刺さるような形で、なんだろう。どんなタイプの配置であってもそれをうまく刺すような感じで、配置に刺さるユニットを選ぶっていうような、そこもクイックで許すんだ。大工がないからか。大工小屋がここら辺ないので、もうクエイク先打ちがもうやっちゃっていいよっていう感じですかね。で、もう一個クエイクあるんで、これはロイちゃん用に残す形かな。サッカーボールのためのこれは、強いね。奥まで飛べばより強かったんですが、もう十分と。で、反対サイドも同じようなところにクイーンが飛んできて、ロケバルにとって邪魔な施設をどんどん削ってこうやっていう感じですからね。あとはロイちゃんのルートがここ出来上がったのかな。ロイちゃんをタウンホールに向けるためのルートができてそうですね。ウォーデンに対してはヒーラーとかつけてないんですけど、ウォーデンのみでね、しっかり進める火力の低いところだというところがね、見えてのこの展開ですね。で、ドルイドの方をクイーンにつけていることで、ここは延命されていって、ウォーデンに今回はね、ユニコーンを採用しているというところで、ここ頑張ってます。ヒーラーも使わずに、ここ回復量、ユニコーン、いいクエイク、そしてタウン起動はもう破壊率的にもできてるんですけど、
で、ロケットスピア、長距離、レイジまで置いたおかげで、ここマルチ IT をフリーで打つことができて、これめちゃくちゃうまいな。ナスカズマ。圧倒的っすね。バーカ強いな、これ。強すぎるな。なんだこれ、うじゃうじゃロケバルが飛んでます。圧倒的すぎる。超いい全開。ガーサス。いや、非常に強かったですね。ファイヤーボール編成もなんかいろんな攻撃出てきますね。もう本当に外周部だけをさっと拾って持っていくような使い方もできれば、中央までね、サイドカットして持っていったりとか、今回の対戦相手のようにね、まあなんか途中まで普通にお出引して、ちょろっとその場で使うみたいな感じのやつとか、幅が広いですね。やっぱね、同じ戦術でいろんなことができるっていうのはね、やっぱ汎用なんだろう。それだけで強いからね、ルートライダーが流行った理由もそれだね。ジャンプ型もあればオーバーグロー型もあって、合わせるユニット、ヒーローギアだったり、いろんな選択肢が取れるっていうところで、それがやっぱね、強い戦術、流行る戦術の必須項目かなと思います。さあ、インビジブルからの、ここはクエイク打って、オーデンの方は、レイジプラスのファイヤーボールというところで、いいですね。で、外周部の方もね、細かいユニットで削りを入れてるので、ウォーデンがしっかり内側に進む形。まあ当たり前なんですけど、今回の対戦相手もうまいですね。さあ、インビジブルちょっと外れて、モノリスフリーズかけますが落ちる。熱っ。それはさすがに厳しいのでは。さあ、ロケバル外周カットで、クイーンを戻していきたい。まあ、本来ならばこれ多分ね、モノリスの方もお出引で簡単にへし折りたいような場所だったと思うんですが。いやー、ナイスホーミング。いい陸助。バカだるいね、ここ。ロケバルを使ってモノリスを、なんとか耐えていく。ロケバルの数も残り少ないので、ここは。そんなに数は使いたくないところです。ロイヤルチャンピオンキングの方を下側展開して、オデンゾンのためにもうここは咲きました。火力結構高いですからね。さあ、キングの方はクエイクブーツ開けていって、クイーンの方も能力割いて上側です。オールブレーカー1、2、3発と使って穴を開けていきます。しっかりここはクイーンの道を作っていきましたが、1層のみと。ロイヤルチャンピオンイーグル砲のところ、これは能力がまだ残っている。ホグロケスピー。さあ、ここで起動です。オーデン落ちて呪文も割いてというところだったんですが、最終的にはクイーンロイヤルチャンピオンでの回収。強いですね。なんかすごい変石来たな。星3ホグラッシュ。ファイボではない、突水か。これはさすがに強すぎるな。キングサイダン突水ですね。来ました。まあ、星さんは未だに一番得意な編成と言ってもいいかもしれないですからね。突水の精度。未だ衰え知らずと。うま。キングも処理たい。ちょっとキングルート、リクスケ固まってたんですけど、スーパーウォールブレーカーで結構溶けてくれましたね。クイーンはもう早くもクローク使ってヒーラーを生み出しています。キングここで能力発動、内側へ。ポイズンタワーをキングで拾ってくれたのもいいところですね。さあ、援軍全部できるところまで釣っていきたい出るんだったら、キング偉いけど、クイーン処理までできればめちゃくちゃ強かったですが、ほとんどもう虫の息というところまで削ってくれました。ユニコーンは落とせず。細かなユニット、ここホグライダーとか使ってサイドカットを行いつつ、反対サイド、もうスタートしていきます。
トーン打ちたい。しっかり入ったところで打ちたかったんですが、若干漏れるやつもいたんですが、いいタイミングかなと思います。さあ、あとヒールが1枚ありますね。ウォールブレーカー1枚あったので、この辺クイーンのところとかね、もしかしたら、穴開けで入れていくプランだったのかもしれませんが、ここは逸れたところもあって、このマルチ IT にヒールを使っていきます。で、12時の方はスケルトンでターゲット取って、サージカルホグを細かく回していく。フリーズも2発残って余裕すぎるな。なんだこのホグの量というような。圧倒的全開。強すぎる。こういった編成が生まれてくるようになったのがやっぱタウンホール16の最後になってバランス良くなったなって思うようなシーンですよね。強すぎですね。対戦相手のラストアタックはスーパーネクロ。相手は1本だけ 98%、それ以外は全開というような形で回ってきてるので、相手が勝つためにはね、全開絶対取りたいですね。こっちがね、ナビの方が全員ノーミス全開中というところで。さあ、スーパーネクロですね。まあ、こういったね、さっき言ったちょろっとスーパー、ファイヤーボールちょろっとやって、スーパーネクで引っ張るみたいな感じの形も結構流行ってる形の一つです。さあ、ウォールブレーカー2段開けをしていきまして、スーパーネクロへの誘導を見ていくんですが、援軍で戻るかな。その隙にクイーン。そしてここにはドルイド採用することによって、いいですね。ヒーラーと違って、ヒーラーと違って浮気がされてしまうと。まあ、ヒーラーも浮気はするんですけど、ドルイドの方はね、ホーミングチェックいらないですからね。一体だけ使うとか、そういう時は結構ドルイドは強かったりしますね。クイヒーっていうイメージね、どうしてもやっぱクイーンにはヒーラーをつけるものという固定概念が生まれがちなんですけど、ドルイドをつけるっていうのもね、結構強力な選択肢です。中央の方大きくクエイクブーツで開けたところ、上からはロイヤルチャンピオンが来ています。ウイちゃんにもここドルイド採用してますね。ちょっと投石のターゲットがドルイド入っちゃったので、すぐさま溶けてしまいましたが、おおむね HP をキープすることにはつながっていきました。さあ、リックスケルトンでロイヤルチャンピオン結構手を止められてしまいました。どうでしょう。クイーンの方は壁を殴っていて、下側はガーゴリ回収。非常に強い。さあ、ここでクイーンはクロックを入って、壁割りマルチアーチャーターンのところまで数で押し切っていって、スパネクの方も結構最後まで残ってくれましたね。残ったところ、ウィズ島のターゲットをそうですね、ウォールブレーカーでしっかり拾っていくことで、HP がね、まあ結構このまま何もしなくてもいけそうなんですが、インビジブルの方は、どうやる方に使っていきました。ロイヤルチャンピオンの延命のタイミングも非常に良かったかなと思います。さあ、しっかり全開取って、ラストアタックまで繋いでいきます。本日ラストアタッククラウス 99% 以上で勝利というようなラストアタックですね。キングにフォックスつけてるね。珍しい、これは。キングってやっぱタゲを取るみたいなところもね、役割の一つだったりするんですけど、タゲを取るためにはちょっとやっぱね、隠れられちゃ困っちゃうんですよ。ただこうなるとキングは単独で使うような使い方で、例えばクイーンの盾とかそういうわけではなくて、まあ、反対サイドとか、そうだよね。12時が来ましたね。こういう使い方をするんだったら、フォックスの採用がありかなっていうようなイメージですね。たまに透明になるみたいな。ここもダメージを軽減するような形で、フォックス採用。キングはここで相手のクイーンを発見して戻っていきまして、クエイクブーツを大きく穴を開けていきます。で、ロイヤルチャンピオンもここを追加で内側入って、クイーンの方もスケルトンプラスレイジまで咲いて非常に強い。タウンホールの方は起動させて、ここロイヤルチャンピオンで見るような形だと思いますが、さあ、ここしっかりロケットスピアタウンホールをターゲット落としきる。援軍も出ていきますが、全部キングの方によって、キングはマルチ IT を折れない。フォックス採用というところでね、ここがフェニックスとの違いが出ましたね。フェニックスだったらね、へばりついて、なんとか降りに行くみたいなこともできるんですけど、その分序盤でね、HP 管理ができたというところで、ここは突撃艦のリカバリー。
まあ、もともとおるプランじゃないというところで、残るはずだったマルチ IT というところで、ここはバルーンヘイストいいですね。ドラゴンも採用、赤枠の方もだいぶ解除ができたというところで、まあ、そもそもマルチ IT2 本っていうところをこの投石、突撃艦でね、2本ともケアしていこうというようなプランだと思います。さあ、大量のバルーンが最終区画に向かっていく。いいタイミングでのフリーズ、振りかぶったタイミングでの投石フリーズというのがね、一番無駄が大きいですからね。投石側からすると。攻撃側からすると、一番いいタイミングでのフリーズというところでね、このフリーズ1本取ってもね、タイミングっていうのが大事なので、まあ、今のタイミングでフリーズをかけなくても余裕の全開ではあるんですが、より良いフリーズというところで、これはパーフェクトな全開です。はい、というわけでね、15対14ということで無事勝利。初手でね、98% の防衛が生まれたっていうところで、精神的に余裕も生まれてというところでの全員全開というところで、締めくくったアタックになりました。対戦になりましたというところで、みんなやっぱ上手いね。世界大会に向けて結構仕上がってたっていうところが、まあ終わってもまだ仕上がり続けてる。まあ当たり前ではあるんですが、集大成っていうのがね、この辺のいくつかの対戦でね、集まってきたっていうような状況かなと思いますが、やっぱね、平均して世界大会出てたようなクランは強いのはわかるんですけど、対戦相手もね、結構強いクランがなんかここ最近続いてて、ハードモードでも全然15点とか、14点とか普通に取ってくるような対戦が多くて、まあ、そうだね。世界大会は防衛戦みたいな対戦もね、あってはいたんですが、ハードモードとはいえ、やっぱ殴り合いっていうのがやっぱ最後までタウンホール16の環境だったのかなというような形ですかね。とはいえ中身を見た時に非常にレベルの高いアタックが多いので、さすがナビだなというような、そんな対戦でしたかね。はい。無事勝ち上がったということでね、まだ続きの対戦も生まれましたので、またチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。